感じに撃ちまくっています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はスナイパーキャノンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、レーザーサイトを利用したさらに強い武器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは古代の蘇生装置を用意して地面に寝かせた状態で固定しておきます。これがレーザーサイトになるわけですね。そして前回作ったこちらのトグルスイッチの閉塞機構を利用して弾を発射する仕組みを使いましょう。回路を切り替える仕組みですが、それぞれの回路にコンデンサを取り付けることで、次々に電気を流して弾を発射するという仕組みです。古代の蘇生装置を囲むように、たくさん部品を取り付けて、全部で18個の回路を切り替えられるようにしました。トリガースイッチから電気が流れると、回路が開通するように、切り替え用のトランジスタから配線を伸ばしたら、その配線にトリガースイッチから電気を流す回路を作りました。この状態でトリガーを引けば、コンデンサの電気が移動して、18個の回路が切り替わっているのがわかるんじゃないでしょうか。でも最初の回路は待機状態用の回路なので、発射用のコンデンサをつけません。なので、相談数は一発減って17発になるわけです。次は発射する弾ですが、スナイパーライフルに使っていたものを下に向けても誘爆しないくらい間隔を空けて使います。こちらを17発組み合わせて、古代の蘇生装置の先端に取り付けましょう。それから取り付け終わった弾のリング部分に配線が来るように、それぞれの回路から長さを合わせた古代の合金の棒を伸ばします。そこからさらに横方向の配線をリンゴと接続するように追加していきましょう。それぞれの弾にはリンゴとくっついた着火用のタングステンがついていますが、タングステンに古代の合金の棒が接着されると温度が上がらず着火しないので注意です。配線を取り付け終わったので、早速トリガーを引いて試してみると、ちゃんと発射されていますが、薬莢が落ちていますし、途中でうまく着火できず発射されなくなりました。こうならないように配線を改良したら、発射時にトリガースイッチから手を離さないように、配線との間にビアリングを挟んでおきましょう。これなら弾を発射しても、トリガーを引き続けることができます。トリガーを引いた直後に、コンデンサからそれぞれの弾に電気が流れて、すぐに弾を発射することができています。コンデンサの容量で、相談数がわかりやすいのも、いいところですね。あとは、こちらを持ち運びできるように、重心付近にタイヤを取り付けましょう。かなり重い武器ですが、こうすれば持ち運んで狙い撃ちできるはずです。よし、タイヤを取り付け終わったので、持ってみると、ちゃんと左右に旋回できますし、上下に方針を移動できます。早速木を狙ってみると、レーザーの向かう先に、ちゃんと弾が当たっています。トリガーを引いてから発射まで、ほとんど間が開かないのが強いですね。そして、トリガーを引きっぱなしにすると、連射することができました。これでスナイパーキャノンは完成です。ここでカメラに向かって連射してみましょう。いい感じに撃ちまくっています。せっかくなので、古代の要塞のレーザー砲台を狙って、命中精度を確認していきましょう。本体が重いせいで、上下に結構ブレやすいですし、レーザーは無限に届くわけではないので、
思ったより狙いづらいです。それでも何発か撃ってみると、よし、しっかり砲弾に命中して破壊してくれました。運が良かっただけかもしれませんが、よしとしましょう。それでも周りの木を狙うくらいならかなり簡単に当てることができます。レーザーサイドのおかげで聴診器を覗き込まなくていいのが楽でいいところです。では、いつものように巨大な木から狙っていきましょう。左のトリガーを行くと低速で連射するので、しっかり木を狙い続けて2本の木の葉っぱを破壊することができました。そして右のトリガーを引きっぱなしにして高速連射すると素早い連射で葉っぱを粉々にできます。もちろんドローン工場の壁を狙ってもバシバシ弾が当たって簡単に粉々にすることができました。そして風力発電機を狙うと連射モードだと全て当てられず破壊できませんでしたが、しっかり狙って撃つことで少しずつ耐久力を削っていって散弾数に余裕がある状態で破壊することができました。なかなか強力ですね。それでは次はこちらのザコキャラの大群を狙ってスナイパーキャノンで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。まずは左トリガーで低速連射。十分に弾が当たってたくさん破壊できています。次は右トリガーの高速連射。こちらも問題なく爽快に吹っ飛ばせますね。そして一発ずつ狙って撃つことで確実にザコキャラに当ててゆっくり狙撃を楽しむことができました。レーザーサイトで狙われたらなかなか恐ろしそうですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。トリガーを引くとすぐに弾が発射されて狙った的に当たってくれます。そして左のトリガーを引きっぱなしにすると低速で連射、右のトリガーを引きっぱなしにすると高速連射でしっかり射撃を楽しめました。発射し終わった後はコンデンサの電気がくるくる回るところを見るのもなかなか面白いです。それでは最後はイエロースライムに効くようにそれぞれの弾に金のかけらを取り付けたらこちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速撃ってみるとちゃんと弾が当たってダメージを与えています。でも高速連射モードだったせいか倒しきれなかったので次は低速連射モードを試してみましょう。よし、いい感じに連射して順調にダメージを与えてやったー !943 ダメージ巨大スライムを倒しました。スライムに先端を食べられながら銀の玉が当たってなんとか破壊しています。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたスナイパーキャノンさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイ